皆さんこんにちは。プラぼっち研究所です。今回はハイグレード軍系ザクをヌルテカキャンディーブルー塗装で仕上げていきます。プラぼっち研究所。改めましてこんにちは。プラぼっち研究所の所長、プラぼっちです。始まりましたね。機動戦士ガンダムジークアクス。私は劇場版ジークアクスを2回も映画館に見に行ったのですが、もう最高にワクワクする内容でしたね。劇場版はアニメの3話分くらいをまとめた内容だそうですが、この動画を上げる頃にはおそらくまだアニメの3話まで行っていないと思うので、ジークアクスの劇場版のネタバレは避けるようにしていこうと思います。でも、シャアとシャリアブルが暗い部屋でワイン飲んでるシーンとか、この後めちゃめちゃはい、気を取り直して、今回組み立てと全塗装を行っていくキットはこちら。機動戦士ジークアクスよりハイグレード軍系ザク。発売日は2025年4月12日で価格は税込み2200円です。来ましたね、本作のザクのキットが。ジークアクスのプラモ第1弾のキットはもちろんジークアクスだったわけですが、映画を見た時から軍系ザク、独特なフォルムでかっけえ、早くプラモ作って隅々まで見てって思ったんですよね。第2弾が軍系ザクで本当嬉しい。そして今回はこいつをキャンディー塗装していく。それでは開封していきましょう。オープン。やっぱりいくつになってもおもちゃを開封するのはテンションが上がりますね。ランナーは1、2、3、4、5、6、7。そして今回の注目ポイント。こちらのシール。漢字で警察と書いてあるんですね。かっこいいけど、これ綺麗に貼れるのか？はい、それではまずパーツのカットをしていきましょう。使用ツールはタミヤの先細薄刃ニッパーです。今までも仕事や遊びでいろいろなニッパーを使ってきたのですが、プラスチックを切るならこれが一番いいですね。パーツから少し離れたランナーをパチパチパチ。残った針、ゲートと言ったりするのですが、これを切り取るときはニッパーを変えます。使用ツールはゴッドハンドじゃない、スティジさんの片刃ニッパーです。こちらは片方だけに刃がついているため、まるでまな板の上で豆腐を切るように切れます。パーツにニッパーを押し当ててパチパチパチ。このように2回に分けてニッパーでパーツを切り出すことを文字通り二度切りと言いまして、パーツ断面の変色を抑えられるんですよね。ちなみにバンダイの説明書でも推奨されています。あれ？書いてない。あれ？あれ？なんで？こっちは？あ、ほら、書いてある。見て。さらに、片刃ニッパーで切り出しただけでもゲートの跡が目立ちますので、ゴッドハンドさんのスポンジヤスリの400番、800番で表面を整えて、この通り。まだ少しゲートの跡がありますが、この後の塗装で目立たなくなるので OK です。すべてのパーツのカットとヤスリがけ完了。仮組みをしていきましょう。部位ごとに組み立てました。胴体と腕を接続。結構しっかりはまります。腰と足を接続。上半身と下半身を接続。ボチーン。頭を取り付けて、軍系ザク、素組みの完成です。頭や肩周りは今までのザクのようなフォルムですが、ところどころ変わってますよね。特に目が行くのは股間のバーニア。これってバーニアが足回りに集中していて、宇宙での機動力を上げようとしているのかなというのを感じます。あと足の太ももあたりですよね。ジェット噴射のエネルギータンクみたいな感じなんですかね。可動範囲は言わずもがなでどんなポーズでも取らせることができます。丸っこいパーツが多いので、やっぱりキャンディー塗装が映えそうですね。素組みのレビューはこれくらいにしておいて次の工程に行きましょう。
塗装前の下処理、下ごしらえをしていきます。料理みたいですね。まずはパーツを分解していくので一旦カットします。今、緊急で動画を撮っているのですが、パーツ割れたー。いやー、ここのはめ込みが全然取れなくて、パーツオープナーのテコの原理を最大限に活かしたら割れました。ショックですが、まあこれくらいなら簡単に直せそうですね。タミヤのプラ模様接着剤をぬりぬりしてむぎゅっと十分に乾燥させたらヤスリで整えまして、こんな感じ。まあ内もものところなのでこのくらいで大丈夫でしょう。はい、気を取り直しまして、既存のディティール、こういうのは塗装すると墨入れがしにくくなっちゃうので、ディティールの彫り直し、筋彫りを行っておきます。使用ツールは筋彫り刀の BMC タガネ 0.15mm です。ディティールの際に沿ってなぞるように弱い力で何度も削っていきます。キャンディー塗装のように塗膜を厚くする場合には絶対やっておいた方がいい作業であります。ケロロ軍曹。あとはヤスリがけの処理が甘かった箇所があったので少し整えて下処理完了。お待ちかね、楽しい塗装のお時間です。さあ、今回はキャンディー塗装をしていくわけですが、手順としてはブラックの下地塗装、シルバー塗装、クリアカラーの塗装、ディティールアップ、トップコートの塗装、磨いて艶出し、こんな感じで進めていく予定です。またカラーリングとしてはランバラル専用機のような鮮やかなブルーを目指していこうかなと思います。ランバラルっていうのはジンバラルの息子ですね。知らない人はガンダム見てください。手持ち棒にパーツをつけるとこのくらいの物量。まずはブラックの下地作りを行っていきます。使用塗料はクレオスの WGX です。ラベルはガイアノーツの EX ブラックなんですけどね。こちらは希釈ボトルに1対1で薄めてあるのですぐに使えます。これを青いパーツも紫のパーツも黒いパーツも光沢感のあるブラックにします。キャンディー塗装においてはこの黒塗りがとても重要で、色を重ねた時に奥が一番暗い色、すなわちブラックになっていることで塗膜に奥行き感を与えることができます。はい、ほぼ全てのパーツを光沢ブラックに塗装し終わりました。続いてシルバーの塗装を行いましょう。使用塗料はガイアノーツのスターブライトシルバーを使います。ブルーの装甲はちょっと別の塗料を使うので、ブラックとグレーのパーツだけ塗装します。今回もグラデーションになるように意識して、パーツの端の方にはブラックが残るような感じに塗っていきます。塗装後はこんな感じ。パーツが小さかったのでグラデーションがちょっとかけづらかったですね。またこれはもともとブルーのパーツなのですが、なんかアルミパイプみたいに見えたのでシルバーに塗装してみました。次にメイン装甲のブルーのパーツを塗装していきます。このパーツたちにはシルバーではなくガイアノーツのプライマリーメタリックブルーを使います。普段はシルバーから塗装することが多いのですが、いつも行くプラモ屋でこれを見つけた時にあまりの美しさに買っちゃったんですよね。なので使ってみたくなりました。あと今回目指しているグフっぽい青色にも近いかなと思います。塗装するとこんな感じ。めっちゃいいじゃないですかこの塗料。この後にクリアブルーを重ねていく予定ですが、少ない回数で綺麗なブルーの発色ができそうです。はい、メタリックブルーの塗装完了です。続きましてキャンディー塗装のメインクリアカラーを塗装していきましょう。グレーブラックのような色のパーツから塗っていきます。使用塗料はガイアノーツのクリアブラックです。この塗料発色させるには何度か重ね塗りをしていく必要があります。一見あまり変化がないように見えますが、並べてみるとシルバーからグレーっぽい色になったのがわかると思います。はい、クリアブラックの塗装完了です。続きましてメインのブルーのパーツを塗装していきます。使用塗料はガイアノーツのクリアブルーです。クリアブルーをシルバーの上に塗装すると水色っぽくなってしまうのですが、今回は下地がすでにブルーなので発色を強化しつつより深みのある感じになると思います。仕上がりはこんな感じ。めっちゃ綺麗。
キャンディー塗装とは言うけど、ここまでヌルテカの飴は見たことないですね。はい、すべてのクリアブルーの塗装が完了しました。遠目に見てもヌルテカなのが伝わってきます。チュッパチャップスみたいですね。次にヒートホークが赤熱している様子を塗装します。まず持ち手のところをマスキングしまして、斧の刃の部分を蛍光レッドに塗装します。久しぶりにこの塗料を使ったのですが、こんなピンクだったっけ？瓶の状態ではオレンジっぽいような色なんですけどね。次にクリアオレンジを刃先の方をめがけて塗っていきます。刃先の方だけ塗るように意識したんですけど、全体的にオレンジが入っちゃったかもですね。最後に蛍光イエローをさらに刃先だけに塗料が乗るように拭いていきます。マスキングテープを剥がした仕上がりはこんな感じ。パッと見全体的に赤熱しているように見えますが、光を当てるとグラデーションがかかっているのがわかります。バーニア部分も適当にマスキングしまして、内部をクリアレッドで塗装しておきました。みんな言うけど、このマスキングテープを剥がす瞬間、気持ちすぎますね。そしてちょっと気になったので、バーニャの縁の部分は筆塗りでグレーに塗っておきました。さあ、続きましてディティールアップを行っていきます。まずは墨入れを行いましょう。使用塗料はタミヤの墨入れ塗料ブラックです。塗料の蓋に筆がついているので、墨入れしたい箇所に筆を当てていきます。すると毛細管現象でブラックの塗料が入っていきます。はみ出した箇所は後でエナメル溶剤で拭き取っています。次にマーキングシールを貼り付けていきましょう。よりリアルに見せるために、まずはシールの余白をデザインナイフで切っていきます。そして細めのピンセットでシールを貼り付け、爪楊枝で段差に沿って押さえていきます。問題はこの警察のマーキングシールです。こちらもなるべく余白を切り取って1文字ずつ丁寧に貼っていきます。ただこのシール結構伸びるので段差にも貼りやすいと思います。太ももの球体のパーツにもシワにならずに綺麗に貼ることができました。このスネアドの部分にも白いシールを貼ってみたのですが、私が作り上げたクリスタルブリリアントキャンディブルーの塗膜が隠れてしまうため、団長の思いで剥がしてやりました。塗膜、美しい。今回は塗膜を見せたいので、細々した水転写デカールとかも貼るのはやめておきました。モノアイはシールが付属していたのですが、なんか味気ないのでシールは使わずに装飾していきます。まずはモノアイ部分をシルバーのペンで塗ります。フォーアーティストマーカーというペンを使っております。次にミャンマーから独自のルートで取り寄せた100億枚のルビーをもう1個買ってきましたので、接着剤でモノアイ部分を取り付けます。思いつきでやってみましたけど、意外と悪くないですね。あとはパトランプを取り付ける部分をシルバーに塗っておきます。こうすることでそのまま取り付けるよりもパトランプの発色が良くなります。さあ、さらにヌルヌルのテカテカにするためにトップコートを吹いていきます。使用塗料はガイアノーツの光沢クリアーです。こちらの塗装風景は動画では分かりにくいですね。仕上がりはこんな感じ。シールの段差も目立たなくなって自然な感じに仕上がっています。はい、すべてのトップコート塗装が完了しました。これでも十分にヌルテカに見えますが、今回はもう一手間加えていきます。さあ、今回はさらなるヌルテカの高みを目指すために磨き作業をしていきます。前回のザクではやってなかったのに、なぜかって軍系ザクって英語だとポリスザクって言うんですよ。ポリスザク、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 ポリッシュザク、ポリッシュザク、ポリッシュザク、ポリ。使う研磨剤はショーアップのスーパーカットコンパウンドポリッシュです。実は研磨剤使うの初めてなんですよね。なんかメロメロでよだれを垂らした顔のシールが入っていました。こちらをポリッシュクロスにつけて磨いてみます。どうでしょう、
カメラ越しだとちょっと分かりにくいかもしれませんが、照明の光の反射が磨く前に比べてくっきりしています。LED のライトの粒が鮮明になっているのがわかるんじゃないでしょうか。さらに仕上げの研磨剤も買ってあるので、こちらのフィニッシュ剤も使っていきましょう。こちらも付属のメロメロシールが入っておりました。こっちはシルバーのシールですね。MacBook を買ったら貼ろうと思います。こちらをさっきとは違うピンクのポリッシュクロスに出して磨いてみます。おー、これはすごい。ちょっと反射とか怖くて顔を近づけられないぐらい鏡のようになっています。ビフォーアフターで並べるとこんな感じ。さらに LED のライトの粒がはっきりわかるようになったんじゃないでしょうか。これは車のプラモのボディとか磨きたくなりますね。親父が熱中するわけだ。さあ、すべての塗装工程が完了。最終工程に参りましょう。はい、最終工程、組み立てです。まずは頭部パーツ。てっぺんが眩しいぜ。続いて胸部パーツ。ちょっとほこりごめんなさいね。ブラックとシルバーとブルーのコントラストがたまりません。腰部パーツ。最初は違和感あったけど、なんかもう慣れてかっこよく見えてきました。腕部パーツ。めっちゃいい感じにキャンディーが仕上がってます。やっぱこういう球体のパーツは特に美しさを感じますね。反対の腕。もう一個別で盾を持っているからか、肩の盾は小さいですね。あとパトランプの部分ですが、先ほどシルバーに塗っておいたことによって発色が良くなっています。脚部のパーツ。めっちゃヌルテカでボーリングの球みたいです。ポリスのシールも塗膜の中に閉じ込められてて自然な仕上がりです。あとはパイプのようなパーツですが、シルバーの塗装めっちゃ良くないですか？この脚部のパーツが一番お気に入りかもしれません。この足のパーツもスニーカーみたいでおしゃれですよね。ヒートホーク。青いモビルスーツなので、この赤熱した刃先がとてもインスタ映えします。マシンガン。もともとブラックだったのですが、他のパーツに合わせてシルバーに仕上げました。そしてシールド。一番特徴的なパーツですよね。初めて漢字が使われたモビルスーツなのでは？でも100式とかいるか。こちらは入念にポリスやポリッシュしておりますので、なんかもう、あれです。ピカピカですね。さあ、合体していきますよ。腕を取り付け、靴を履かせます。足を取り付け、上半身と下半身をガショーン。頭を取り付けてボチーン。最後に各種武器とシールドを取り付けて、ハイグレード軍系ザクのヌルテカキャンディー塗装の完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。塗装前のキットと並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。めっちゃ私好みに仕上がりました。キャンディー塗装はもちろんのこと、ところどころシルバーにしているのがいいアクセントになっていますね。モノアイのルビーの装飾もお気に入りポイントです。デカールは付属のものを少し貼っただけなのですが、光の反射がすごすぎて情報量不足も感じないですね。いやー、我ながら塗膜が美しすぎる。次は何のキットをキャンディー塗装しようかしら。よかったら最初に投稿したザック2のキャンディー塗装も見てみてください。そろそろ動画を締めましょうか。
それではこの動画が良かった、次の作品も見てみたいと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。そうすることによって世界の皆様のおすすめに出てきやすくなり、私の励みにもなります。また制作状況や近況は X、Twitter でもつぶやいておりますので、気になる方はチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。